やあみんな、ジュークだよ。今回はマキタのタッカー ST412D を修理していくよ。じゃあ早速本編行ってみよう。こいつが ST412D だよ。動作確認をしていこう。今回は動作品だっていうことだったんだけど、なんだかいろいろ足りないなあ。とりあえずステープルを入れてっと。動くかな。打てないね。まあ荒らしていくか。分解しよう。まずはフロントカバーの4箇所のネジを外す。フロントカバーを外すと打ち込み用の針、ドライバーを外すことができる。分解時は危ないから必ず最初にこのドライバーを外そう。そしたらコンタクトアームカバーを外してみよう。ありゃ、ステープル有無のスイッチがショートされている。これで動くのか？いや、動いてないんだが。次にマガジンを外そう。マガジンはラベル側2箇所のネジと上側の六角穴付きネジ2箇所を外す。マガジンが取れた。このマガジン大丈夫かな。ハウジングを開くよ。ハウジングはラベル側9箇所のネジを外そう。ハウジングをパカッとな。これがタッカーのレイアウトだ。覚えておこう。まずは射出部品を外そう。この時射出部品の車線に入らないようにしよう。バネが戻った時部品が飛んでくるかもしれない。射出部品のコンディションは大丈夫なのかな。そしたらネジを外してスパーギアアッセンブリーを外そう。そのまま優勢ギアも外す。モーターを外して。モーター錆びてるな。逆転防止のロックブロックを外すのを忘れずに。
回路を分解しよう。各コネクタには爪がついているから、爪を押し込んでやりながら抜いていく。今回は各部のスイッチを調べたいから、コネクタを外してコントローラーを引き抜いてやろう。ハウジング側のスイッチを調べよう。ハウジング側のスイッチはすべてノーマリオープン。マガジン側はよくわからない。とりあえずスイッチに問題はないようだ。次にモーターのチェックだ。モーターもまあ大丈夫かな。現時点で一番怪しいのはマガジンのスイッチがショートしていたことだ。というわけで一度復元してみよう。今回は早回しだ。分解した工程の逆手順で復元していく。さあ、動くかな？もう一度試してみよう。動かん。何が悪いんだ？原因が分かったぞ。マガジン側のスイッチはショートさせても問題ないようだ。危ないけど。問題はコンタクトアームが押しているスイッチだ。スイッチ自体が壊れているわけじゃない。だけどコンタクトアームがうまく戻ってくれない。だからスイッチのリセットが効かなくて2個打ち防止機能が働いているようだ。手動でコンタクトアームを動かすと動作しているようだ。マガジンもばらそう。まずはデプスガイドを外そう。次にコンタクトアームをばらそう。コンタクトアームはこんな風になっている。そしたらドライバーガイドを外す。サブマガジンは
六角穴付きネジを外してみよう。ありゃ、埋め込みナットごと取れちった。サポーターのネジを外してっと。まだ外れない。ロックレバー外すか。これでバラバラになった。サブマガジンもバラせるかな。ネジが硬くてバラせない。まあいいや。サッカーを組み立てるよ。まずはマガジンから組み立てよう。サブマガジンにプッシャーをつける。サブマガジンをマガジンに入れる。ネジで仮止めしてっと。ロックレバーをつけるんだけど、サポーターが先か。一旦ネジを外してサポーターをつける。サポーターをネジで固定する。やっとロックレバーだ。レバーのスプリングがすこぶる硬いんだが、どうやって組むんだ？レバーのスプリングは先にサポーターに組み込んで、後からスプリングをレバーに引っ掛けるとうまくいくようだ。こんな感じ。コンタクトアームを組もう。ありゃ、スイッチが入らん。コンタクトアームを組む前にスイッチを組み込んでおこう。もう一度コンタクトアームを組んでっと。
最後にデプスガイドを取り付ける。マガジンは完成だ。本体の組み立てに移ろう。まずはハウジングに回路を収めていく。LED を入れてっと。スイッチを入れる。コントローラーを入れて、各コネクタを接続していく。モーターも接続しておこう。次はギア周りだ。まずは全体的にグリスアップする。優勢ギアを組み立てよう。優勢ギアの向きには注意しよう。ロックブロックを組み込むのを忘れずに。そしたら優勢ギアとスパーギアアッセンブリーを組み込んでやる。ギアプレートを入れる。ネジでアッセンブリーを固定する。射出部品は足りないグリスを足して組み込もう。ありゃ、射出部品がうまく入らん。なんでだ？スパーギアの出っ張りが邪魔してたっぽい。射出部品もちゃんと入ったな。ちゃんと復元できたかな。そしたらハウジングを締めよう。コネクタ1個付け忘れてた。ネジを締めて、ハウジング側も完成。最後にマガジンを本体に取り付けるよ。
4箇所のネジで固定してっと。スイッチをつけるんだけど、リード線長くないか？うまく収まらん。部品番号間違えたかな？とりあえず無理やり押し込んでっと。カバーをつけちまおう。そうそう、コンタクトアームの動作不良だけど、このレール前方の部品がなくなってた。正しくはレールにスプリングの引っかかりがあるようだ。実際はこんな感じになる。そしたらフロントカバーを閉めちまおう。ドライバーはまだ入れないよ。さあ、試運転だ。試運転するよ。まずはステープルなしで動作しないことを確認する。次にサブマガジンを抜いて空打ちする。フロントカバーを開くと射出部品が所定の位置になっている。ここでドライバーを入れてやる。カバーを閉めてっと。ステープルを入れる。バッテリーをつけてっと。うん、正常に打ててるね。さあ、今回の ST412D の修理はどうだったかな？コンタクトアーム動作不良の2個打ち誤判定を見つけられたのは偶然だ。危うく正常なコントローラーまで交換するところだったよ。危ねえ危ねえ。それじゃあまたねー。